このチャンネルはミリカメタスピリチュアルが配信しております。こんにちは、ミリカです。今回は未来のお仕事、働き方とかお金とか人間について迫っていこうと思っております。よろしくお願いいたします。このチャンネルはミリカメタスピリチュアルというチャンネルです。あらゆる事柄をスピリチュアル視点で見させていただきたいのと、もう一つはそのスピリチュアルの枠を超えたところからのメタ視点でもお話しさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん今ですね、だんだんと、仕事のあり方って変わってきたと実感がありませんか？人手不足だったりだとかっていう分野もあるんですけれども、逆にですね、どんどん機械化されていっていることも事実ですよね。例えばコンビニエンスストアのお支払いでも、店員さんは目の前に立ってるんですけれども、ここにある機械で、お金を投入して、支払いをしてくださいとか、あとは通信販売でも置き配とかでね、人が運んできてくださってるんですけれども、その人との接触がなかったり、仕分け作業なんかも機械で賄ってしまっている、仕分けをして、そして箱詰めしてっていったような流れももうできてきておりますね。これゆくゆくはですね、人が働かなくてもいいような社会システムになっていくっていったようなことも今見えてきているんじゃないでしょうか。はい、私たちの目の前にそういったことが迫ってきているような感覚もあり、未来のことを考えると不安な人もいらっしゃると思いますし、ワクワクする方ももちろんいらっしゃると思うんですが、ただですね、この未来の社会システムってそれが完成するまでにどれぐらいの期間があるかわからないですよね。その間に仕事ができなくて金銭の心配っていったものもありますし、そこをね、皆さんがどうやって問題をクリアしていくかっていったことも課題なのかなというふうに思っております。厚生労働省さんからですね、働き方の未来2035といったものがもう発表されておりまして、これ2016年にもう出されているんですね。お仕事をする時間や場所の制限をなくしていこうといったようなことが内容となっておりますよね。内閣府さんからもムーンショット計画といったものを2020年頃にもう計画されているんですけれども、2030年40年50年と段階を得て AI を多く取り込んだサイバネティックアバターといったものなんですけれどもね、ロボットや VR などで仕事をしますよということです。時間や場所の制限がなくなるので、例えば遠方にいて遠隔でね、そのロボットを操作して、仕事をしていくとか、あとは VR の中に入っていって、デジタル上で仕事をチームでこなしていくとか、この分野でプロジェクトとかボランティアがあるんですけどといったようなことがあったら、そこにお家の中から参加したりだとかもできるようになると思うんですね。それっていうのは、子育てされている方や介護なさっている方にも時間とかの制約がなくなれば、リアルでもデジタル上でもそういった計画やプロジェクトとか、そういうお仕事をされたりだとかもできますよね。あとは体が動かせない方も参入しやすくなる、そういったテクノロジーの使い方をなさっていくといったことです。で、今ですね、ボランティアといったような言葉も出てきたんですけれども、ゆくゆくはですね、 AI さんがね、お仕事を取って代わってくれるようになると、今度私たちが働かないで成り立っている未来っていったものも待っているわけですよ。その時にどういうふうにね、生活しているんだろうっていったことなんですけど、例えばお金というものがもうそもそもなくなっている、で仕事といったようなものも自分が喜びに変わるものとして参加している、報酬がポイント制みたいなものであったりだとか、もう今すでにね、ポイントカードいっぱい持っていて、ポイントを活用して商品と変えたりだとかしてますよね。そういったような感覚の延長線、あるいは自分の喜びをその報酬でもらえるといったようなこともあるかなというふうに思います。今までやりたかったことだけど何らかの制限でできなかった仕事、参加したいなと思っているプロジェクト、誰かが喜ぶために社会参加したい、喜びに直結する、自分とそして誰かの喜びになる
ものに参加したいっていったような、そういう目的でビジネスとか今の経済システムっていったものが取って代わられたらいかがでしょうか。そしてそこに伴うものとなりますのが、じゃあ自分が喜ぶことって何でしょう、自分の喜びって何でしょうっていったことが意識を向ける対象として出てくる、つまりは自分っていったものをもっと知ることになるんじゃないかなというふうに思うんですね。したくなかった仕事を今までしてきたとか、お金のために仕方なく働いてきたっていったようなことから、今度は自分が喜ぶことって何、人間が全体が喜ぶことって何、幸せっていったようなこととか、もっと全体的なこと、大きな喜びですね。それって何だろう、人間って何だろうみたいな方向にどんどん向かわれると思うんですよ。意識が、我々の意識がそっちに向かわせられます。で、精神性っていったものも共にね、変わっていかないと、この社会システムの方向性としてずれてきてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。なんとかの時代、なんとかの時代ってありますよね。スピリチュアル界でもよく言われますけれども、そういったものもあるんじゃないかなというふうに思いますが、今我々はそのテクノロジーとともに精神性っていったものがどのようにね、2つの車輪が回っていくのかとか、試されている時代でもあると思います。大きなそういう人間としての人間界の変化、それに伴って我々がどういうふうに選択をして選んで未来を作っていくのかが試されている時代なのかなというふうに思います。例えば、縄文土器のお話なんですけれども、火炎式土器なんかはですね、飾りがすごいついてますよね。とても躍動感のある宇宙観というか、そういう、モチーフが飾りとしてついていますよね。あれは飾りと言っていいのかちょっとわからないですけれども、何かの主張だったりだとか、あるいは信仰しているもの、私たち、この時代の私たちはこうであるっていったような主張なのかなというふうにも思いますけれども、壺のようなものがあります。あれって実際にね、煮炊きで使っていたんですよね。そう、火がありました。火だって、何かを燃やしてしまえば損失となってしまうものがあります。だけどお湯を沸かしたりだとか、どんぐりを煮たりだとかできるわけですよ。で、柔らかくなったどんぐりでみんな食べられるねって嬉しかったわけですよね。なので現代もテクノロジーといったものを使い方によっては人を傷つける、人をこの世界を滅ぼすものにも使えますが、逆に喜びに使うこともできます。我々はどっちにするんだい？そこには、この先にはどうしたらたどり着けるんだいっていったようなことを試されている時代にいるわけですね。最近ですね、量子力学とかね、様々な発見がありますよね。で、意識の持ち方っていったものもだいぶ解明されてきたような感じがするんです。で、つまりは我々がこの先どうなりたいのか、どういった人間像を良しとするのか、自分がどういうふうになっていきたいのかっていったことが非常に大切かと思うんです。イマジネーションなんですが、思考は現実化するってね、ナポレオンヒルさんも本でねおっしゃってますけれども、イマジネーションが具現化されていきます。そして、集合意識、潜在意識、超意識とか、そういったところで我々のそのイマジネーションが情報として共有されていくわけですね。それによって未来がどんどん作られているとするわけです。で、そこで必要となってくるものっていったものが、人として生きるとは何なのかっていったこと、自分って何なのか、自分の喜ぶことは何、自分が大切にしていることは何だろうとか、一人一人の本当の喜びは何なのか、人間としての喜びは何なのかとか、そういったことを一人一人がそれぞれに掴んでいくっていったこと、自分と向き合わされるということですね。
自分に意識を向けていくっていったことが突きつけられてくることだと思っております。私以前に動画出させていただいたことがあるんですけれども、ある世界線の未来に行っている方々が伝えてきてくれていることなんですが、その未来人の人たちって感情がなくなってしまったんだって言ってるんです。なんであなたたちは笑ったり泣いたりしてるんですかって言ったこと、それがわからないんです。わからないんですって伝えてきてくれてるんですね。それでね、テクノロジーはすごくあるんですって。なのでこの時代に来て、その未来の人たちは我々にわからないようにテクノロジーを伝えてくれてるんですよ。持ってるテクノロジーを少し伝えてきてくれてる、教えてくれてるんですけれども、その代わり私たちが泣いたり笑ったりしているところを理解したい。そう、自分たちにはなぜないのかも知りたいっていったことも伝えてきてくれてるんですね。皆さんは怒りとか悲しみっていらないなっていうふうに思っていらっしゃるかもしれないんですけれども、それってすごく大事なことなんですよね。喜びを知るにはやはりその反対側もないとわからない。この世界って地球上にね、降りてきて生活すると、やっぱり右があって左があって上があって下があるんですよね。宇宙は上とか下とかの方向とかっていったものもなくて、右とか左とかもなくて、なので地球に降りてきた時に、その生まれてくる前の光だけの世界っていったことの記憶は置いてきてしまっているんですね。なぜならばこの地球上の人間として生きて掴んでいかなければいけないものがあるからなんですね。なのでその掴むものの中には、まずは自分のことを知る、人間ってなんだろうって、そういったことも意識して掴んでいく。それには感情っていったものが大切なんだよっていったことも、入ってくるんですね。今の生活デジタル化されてますね。どんどんね、何でも叶ってしまっていくと、その反対のものが分からなくなる。なんでそれをやりたかったのとか、どうしたらそこにたどり着けるのとか、その目指している目標にどうやったら叶えられるのとか、願いを叶えられるのっていったような、もしかしたら叶わないかもしれない、頑張ったからって、努力したからってそれがつかめたり叶わなかったりとか、そういったこともある。でもね、これから何でも叶うよ、何でも手に入るよっていったような時代に入ってくるわけです。デジタル上でも、リアルでも割とそういう風になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこで失ってしまうこと、失ってしまうものの中に頑張ることとか、そのプロセスですね。やっても叶わないとかね、願いが叶わないとか、そういったことがなくなってきてしまう。そうすると人間って何でしょうって分からなくなってしまう。それを未来人が伝えてきてくれてるんですよね。だいぶまたぶっ飛んでしまってますけれども、すいません。メタスピリチュアル的にお話しさせていただくと、そういったことなんですね。次回なんですが、これから、未来ね、そういった社会システムに、なっていくには、今現段階で圧倒的にこれがないですよ、足りてないですよっていったことがありますよね。それは何なのでしょうかっていったようなお話を、次回でさせていただきたいと思いますので、ぜひね、次回もご覧いただけたらとても嬉しいです。チャンネル登録してお待ちいただけたらなというふうに思います。今回も、ご視聴どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。今回のお話、もしちょっとでもよかったらチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンも押していただけましたら嬉しいです。あとですね、ご意見ご感想やあなた様の体験談、おすすめの本や元気になるお話などもよければぜひコメントお待ちしております。皆さんの心がほっとできるようなお話や感動したり、皆さんと一緒に心を動かしてより活性活発に元気になれたら良いなと思っております。魂とか心が振動し、共感共振して気持ちを強く持っていられるような、そういった活動をしてまいります。あなた様がどうかお健やかに毎日をお過ごしになられますように。ということで、お話を聞いてくださってありがとうございます。
あなた様にまたこうしてお会いできてとっても嬉しいです。また次回もよろしくお願いいたします。それではまた。